いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今日も一緒に釣りの勉強をしていきましょう。今回のテーマは波動と釣りを解説していきます。ルアーのパッケージや釣り雑誌などでよく波動というキーワードを目にしたことがあると思います。一言に波動と言っても具体的にイメージできるものではありません。今回はこの波動について解説いたします。波動と捕食の関係についての研究は今でも行われていて、はっきりとした答えは出ていませんが、波動はないものよりあった方が釣れるデータも多くあります。この授業を受けることによって、魚を釣ることが経験や勘ではなく、釣れるまでの過程をしっかりと道筋を立てて考えることができ、釣る力を上げることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。波動とは物理的に様々なものがありますが、ルアーにおける重要な波動は次の3つがあります。水波、音波、光波、この3つについて解説する前に、今回の波動を知る重要な側線について解説いたします。側線とは、魚の側面に一列に並んだ多くの小さな穴があり、水圧や電気などの変化を感じ取るための器官があります。側線管と言われ、水圧や水流、振動などが伝わると、その中にある感覚網が動くことによって水の変化がわかります。その水の変化を感じることによって、他の魚との距離を測り、魚同士がぶつかることなく泳ぐことができます。水波について解説いたします。水波とは、水の動きが水圧や水流となって伝わることを言います。正しくは、水面の波ですが、イメージの統一感を出すために使用させていただきます。ルアーによって強い水波を出すものや弱い水波を出すものがあります。この水波はルアーをリトリーブ、ただ巻きさせると、ウォブリング、ルアーを上から見て左右にお尻を振るような動きをしたり、ローリング、ルアーを正面から見て軸を中心に回転、半回転を繰り返す動きをします。この動きによってルアーが水を押したりすることで、魚に水の変化を伝えることができます。ワームのテールやタイラバのネクタイの動きは、水波を出す要因にもなって、捕食対象でもある小魚の尾びれやエビや網の足の動きに似た水波を出していることになります。音波について解説いたします。音波とは空気や水などの振動が音として伝わる波動の一つです。音の伝わり方は物質の密度によって異なります。簡単に言うと、硬いものほど音が伝わりやすくなります。空気中では音は1秒間に約340メートルの速度で伝わりますが、水中では1秒間に約1500メートルもの速度で伝わります。ルアーには音波が出るように工夫されているものがあります。代表的なもので、ラトル、ルアーの中に入っている金属球がぶつかり合う音があります。ルアーを接続するスナップやフックなどの金属部品も音波の要因になっています。水中では空気中より早く音が伝わるため、魚も音の波動を感じて行動していると思われます。光波について解説いたします。光波とは光が伝わる波動の一つです。魚は光の波長の違いから次の4つを知ることができます。色を見分ける、物体の形を識別する、物体の速度や方向を見定める、光源の位置を知る。色を見分けるとは、魚は赤、緑、青と合わせて人間には見えない紫外線を含む4種類の色を識別できる魚がいます。しかし中には色を識別できない魚と色が区別しづらい魚がいます。識別できる魚、アジ、メバル、スズキ、クロダイ。クロダイについては紫外線領域はありません。識別できない魚、カワハギ、ブリ、深海魚、
ほか、色が区別しづらい魚、アオリイカ、ほか、場所や環境、天候に大きく左右されるため、多彩な色の商品が多く販売されています。物体の形を識別するとは、比較的沿岸部に潜む魚は、色を識別する能力を発達させた魚種が多くいますが、光があまり届かない深海に潜む魚は、明暗によって相手の形、輪郭を把握する能力を発達させている魚種が多いようです。物体の速度や方向を見定めるとは、光を見るということは、物体からの光が目に届き、その物体から得られる光の情報によって速度や方向も見定めています。光源の位置を知るとは、魚は光から得られる明るさにより光源を知ることができます。その光源を知るということは、光が反射している魚そのものになります。今回のまとめです。水波とは、水の動きが水圧や水流となって伝わることを言います。ルアーによって強い水波を出すものや弱い水波を出すものがあります。ルアーが水を押したりすることで、魚に水の変化を伝えることができます。ワームのテールやタイラバのネクタイの動きは水波を出す要因にもなって、捕食対象でもある小魚の尾びれやエビや網の足の動きに似た水波を出していることになります。音波とは空気や水などの振動が音として伝わる波動の一つです。音の伝わり方は物質の密度によって異なります。空気中では音は1秒間に約340メートルの速度で伝わりますが、水中では1秒間に約1500メートルもの速度で伝わります。代表的なものでラトルがあります。水中では空気中より早く音が伝わるため、魚も音の波動も感じて行動をしていると思われます。光波とは光が伝わる波動の一つです。魚は光の波長の違いから次の4つを知ることができます。色を見分ける、物体の形を識別する、物体の速度や方向を見定める、明るさを見極め、光源の位置を知る。魚は光から得られる様々な情報をもとに捕食対象の魚の色、形、泳ぐ方向、位置を判断しています。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。波動が釣る力の手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。釣りって学べる。